ざっくりと塗ってしまおう。この後厚塗りでどんどん塗り込んでいくものであれば、細かいはみ出しなどは気にしなくてよいであろう。こんな感じで、濃い色であれば我は最果ての魔王ディープブリザードである。というわけで、先日投稿させていただいた GTC 塗りについての講座動画、本当にたくさんの方に見ていただき誠に感謝なのであった。あの動画を見てたくさんの方が GTC 塗りの楽しさや面白さ、そして時短などに気づき楽しんでお絵かきをされておるというご報告、 SNS、YouTube のコメントなどでたくさんいただき、重ね重ね感謝なのである。ただそれと同時に GTC 塗りだとうまくいかない、どうやったらいいのかがわからない、初めての自分には無理なのかなと悩まれておる方も多く散見された。なので今回はサンプルの教材を、今画面に映ってる絵であるな、こちらを用意しておるので、動画の概要欄からダウンロードしてもらえれば誰でも使えるように無料の教材として配布をしておるのである。こちらの使い方を解説しながら、この絵を完成させる過程を見せて、誰でも失敗なくちゃんとできるように解説をしていこうと思うのであるぞ。では教材をダウンロードして開いてもらうと、このような状態になっていると思う。レイヤーの構成は線画のレイヤーと基本的な下塗りの色となる薄いグレーが塗ってあるレイヤーの2つ、そして背景があるという感じであるな。そして上にパレットというレイヤーが隠れておるが、これはクリックして見えるようにしてみると、この通り様々な色がついた丸というのがこちら側にこのようにあるのがわかるであろうか。今回は基本的にこのカラーパレットを使って色を塗り、そしてオーバーレイで色をつけていこうと思うのである。どの色をどう使うのかということについても、この動画の中で順次解説をしていくので、焦らずゆっくりと使ってもらえると嬉しいのであるぞ。ではまずお絵かきを始める前に、このラインアートと書かれている線画のレイヤーの透明ピクセルをロック、そして同じようにベースと書かれている下塗りのレイヤーも透明ピクセルをロックしよう。これで塗りが線画や他の場所にはみ出すということがなくなった。これだけでも随分絵を早く描くことができるので、透明ピクセルのロックを使ったことがない、もしくは使い忘れているというものは必ずチェックを入れておくようにしてほしいのであるぞ。そして今回使うブラシは以前 GTC 塗りの方でも使った楽厚塗りブラシというものである。こちらはクリップスタジオアセッツで無料でダウンロードできる厚塗り用のブラシなので、動画の概要欄のリンクからぜひダウンロードして使ってみてほしいのであるぞ。魔王もここ最近ずっとこればかり厚塗り系では使っておるのだが、線画だったり塗りだったりと両方で非常に使いやすいブラシだと思っておるので、ぜひぜひ使ってみてほしいのである。もちろんこのブラシでなくとも自分が塗りやすいと思っているものであれば、そちらをぜひ使って挑んでみてほしいのであるぞ。ではこちらのベースカラーで塗られている色というのが、このカラーパレットのこの一番上にある薄いグレーである。こちらカラースライダーで数値を見てみると、明度 V の部分が 80% になっている。つまり明るさが 80% ある淡いグレーということになる。そしてその下にあるやや濃いグレー、こちらは明度が 50% になっている。なので、ちょうど真ん中のグレー色であるな。これをメインの影の色として塗っていこう。GTC 塗りでよく失敗する例として、陰影を淡く描きすぎてしまった場合、綺麗に陰影がつかず、ぼやけた印象であったり、思った通りオーバーレイで色がつかないということがあるので、割とこのぐらいはっきりとしたグレーでベースを塗ってあげると良いであろう。では、ベースレイヤーに先ほどの 50% のグレーを使って色を塗っていこう。で、この時、大きめのブラシでまずはどういう陰影をつけたいのかというのを、本当にこんな感じでいいので、ざっくりと塗ってしまおう。で、少し小さいブラシに変えて、ここに影を置きたいなというところに、細いブラシでちまちまと塗ってしまうと、
筆の塗りムラが大きくできすぎてしまったり、あまり陰影がないフラットな絵に見えすぎてしまうということにもなってしまうので、そうなってしまうと絵の印象がべったりとフラットになりすぎて GTC 塗りの恩恵を受けることがあまりできなくなってしまうので、陰影は大胆に、そしてがっつりと、ある意味デフォルメを効かせながらつけた方がより良い塗りの結果になると思っておいた方が良いであろう。まずはこんな感じでざっくりと陰影を置いたら、先ほど最初に選んだ明るいグレーを使って塗りすぎた部分やはみ出した部分を消していこう。例えばこういう頬の輪郭の部分なんかちょっと塗りすぎてしまったので、今回は多分この GTC 塗りの基本である厚塗りを塗り込む前の段階である程度絵を完成させた状態までを見せようと思っておるので、言ったら塗り込んだりして厚塗りをしないという画風の方もたくさんいらっしゃると思うので、そこをする前までの段階、ある程度色を塗ってオーバーレイできちんと色が置けて塗り込めたという状態までがちゃんとできるかどうかというのをこの動画内で解説しようと思うのであるぞ。その後どう詳しく塗り込みたいかという方に関しては、以前出した GTC 塗りの動画を見てもらえれば分かってもらえると思うので、そちらをチェックしてもらえると嬉しいのであるぞ。で、今回は先ほど言った通り、厚塗りで塗り込む前の段階である程度完成とするイラストにしようと思うので、ちょっと細かめに陰影を塗り込んではいるが、この後ガシガシと厚塗りで塗り込んでいく場合であれば、特にここまで細かく陰影は塗り込まなくても良いのであるぞ。でこうやって色をスポイトツールで取りながら塗っていくことで、先ほど一色だけで塗ってたグレーよりもより複雑な色味で塗ったりすることができるので、こうやって簡単にグレーを塗り込んでいく作業でも深みだったりとか、いい意味でのこの筆の塗りムラというのがこの後のオーバーレイの着色時にすごく役に立ってくるので、きっちり塗りすぎず、ある程度グラデーションとムラというのを作ってもそれでよしと思いながら塗っていくと綺麗に仕上がっていくと思うのであるぞ。こうやってザクザクと色を置いていくだけでも非常に色味だったりとか質感を出せるっていうのは、この GTC 塗りの工程の中でも色を塗るっていうことと陰影を描くっていうことを分けやすくて、でかつグリザー油画法とかよりも知識とかこうしなきゃいけないっていうルールに縛られすぎなくて済むというのがとても良いメリットだなと思っておるので、実際やっぱりGTC 塗りの動画を見てやられたという方をたくさん YouTube のコメントだったり Twitter のコメントで見させていただいてて、グリザイだと難しくてできなかったとか、厚塗りだとよくわからなかったっていう方でもできたって言っていただけるのを見てすごく嬉しかったので、ぜひぜひ色塗りが難しいなとか苦手意識がある方でも綺麗に色が塗ることができるという画法として、この GTC 塗りというのをよりたくさんの人に見てもらえたら嬉しいと思うのであるよ。これでまずは陰影付けの作業が終了したのである。で、ここが GTC 塗り良いところなのだが、明るさ、明度 100%、つまりもう真っ白を選んだ状態で、ハイライト、もしくは真っ白になる部分というのを先にブラシで塗ってしまうことができるので、例えばこう顔とかのハイライトだったりとか、そう、オーバーレイの特徴として、真っ白、真っ黒、つまり明度100もしくは明度0には色がつかないという特徴があるので、こうやってパッと明るくしたい部分なんかにはもうこうやって先にハイライトを塗ってしまうと良いであろう。あとはこういう歯の部分だったり、白目の部分などにも我の絵だと基本的には色を置かないので、こんな風にブラシで塗ってしまうと、綺麗な白目を演出することが簡単にできるのであるぞ。もちろんこの部分を白色で塗ってしまえば、オーバーレイで白色で重ねてしまえばそれでも良いのではあるけれども、我の場合はもうこういうやり方の方が楽なのでこうしておるのである。
ではこれで陰影、ハイライトの書き込みが終わったのである。では次に、このグレースケールの陰影のみの絵に基礎色を塗っていこうと思うのであるぞ。まずはベースの上に新規ラスターレイヤーを用意しよう。新規レイヤーを用意したら、下のレイヤーでクリッピングマスクを適用しよう。そしてレイヤーの合成モードを通常から定山へ変更しておこう。これで準備はできた。ではどの色を塗っていけばよいのかということであるが、そこで今回使うのがこちらにある色のついたパレットたちである。上から順番に肌の色、髪の毛、瞳、口の中、セーラーの襟部分、セーラーのリボン、そして白い部分のベースカラーになる。まずはキャラクターの肌を塗りたいので、肌の色をスポイトして、投げ縄塗りツールやペンツール、塗りつぶしツールなどでキャラクターの基礎色を塗っていこう。で、先ほども言ったが、この後厚塗りでどんどん塗り込んでいくものであれば、細かいはみ出しなどは気にしなくてよいであろう。今回は厚塗り前の状態でイラストを完成させようと思うので、ある程度しっかりとパーツを塗り分けようと思うのであるぞ。これでキャラクターの基礎色を塗ることができたのであった。では次にいよいよ本番とも言えるオーバーレイを使った着彩を行っていこうと思うのであるぞ。では次に新規ラスターレイヤーを作成してクリッピングマスクを適用しておこう。この状態でレイヤーの合成モードを通常からオーバーレイに変更しておこう。これで準備ができたので、次にキャラクター全体に色鮮やかさを追加していく過程を行っていこうと思うのであるぞ。ここが難しい、もしくはうまくいかないと悩んでおるものが多かったので、そうならないためにもパレットをしっかりと用意しておるのである。こちらの2つくっついているパレット。左側が明るい部分で使う色。こちらの濃い色の方が影色で使う色である。なので、ベースカラー影色と称して今回は作業を進めていこうと思うのである。なのでまず肌のベースになる色を選択して、これは基本的にこの定山で塗った色よりもちょっと濃くした色にしておるのである。で、先ほど陰影を塗ったブラシと同じブラシを使って、これでキャラクターの全体塗っていけば良いのだが、肌などの明るい部分をいきなり明るい色だけで塗りつぶしてしまうと、陰影部分が飛んでしまって、どこに影を置いたのかがわからないと言われておる方がおった。塗るのが難しいのであれば、先に影になる色を全体に塗りつぶしてから明るい色を塗るという手法を取られる方が良いであろう。こんな感じで。濃い色であれば、陰影がしっかり残って見えやすくなっているのがわかるであろうか。この状態で肌のベースカラーを選択して、こんな感じで塗っていけばよいのである。とりあえずまずは1回目はざっくりと明るい部分暗い部分が区分けがつく程度に塗り進めて、でこの後でちょっと細かい部分の調整などをすれば良いと思うのであるぞ。またこうやって塗り込んでいる際のこの色の複雑さだったり、いろんな色が重なることでできる色ムラというのがこの GTC 塗りの絵の良さだとも思うので、あまり厳密に影に塗ったところに影を塗ろうとしすぎないぐらいの方が我はいい絵になるかなとも思っておるので、これちょっとハイライトの際の部分にちょっと影の色を置いとくと、厚塗りっぽい雰囲気だったり塗り込みの質感を
出すことができるので、ちょっとこういうところに入れておくと良いであろう。これで、まずは肌の色を置くことができた。では次に、髪の毛の、じゃあ先に濃い部分を選んでから、ざっくりと全体を塗りつぶして、そして明るい部分は明るい色を追加していこう。基本的にはこれを繰り返していく作業なので、自分がやりやすい方で明るい色から塗るか暗い色から塗るかというのを選びながらやってみると良いであろう。これで基本的なオーバーレイの着色も済んだのである。そしてこの後、よりクオリティを上げる方法というのを簡単にいくつか紹介しておこうと思うのである。例えば、この制服の部分、広く塗られている面、綺麗な爽やかな水色になっているが、ややちょっと単調な色味になっているので、今選んでいる影の色からちょっとグリーンに色を寄せた色を選択して、少し反射光に足すかのように色味をこんな風に混ぜてあげると、色の平坦さが減って、見た時にこうグッと深みのある面白みのある表現にすることができるのであるぞ。なので全部のパーツでする必要はないが、少しちょっと平坦だな、平べったく見えているなという箇所には、こんな風に色相を少しずらした色を置いてみると良いであろう。色相のこのずらし具合や、どのぐらいずらした色を置くのかというところで、作家性や個性が出るところだと思うので、自身の好みなどに合わせてやってみると良いであろう。こうやってあえてちょっとくすんだ色を置いてあげることで、キャラクターの肌を際立たせることもできるのであるぞ。では次に線画に色をつける色トレスの作業を行おうと思うので、新規レイヤーを作成し、線画レイヤーにクリッピングマスクをかけておこう。この状態で、この色トレスの色、どんな色を選ぶのかというのも個性が出るところなので、青は割と明るめのはっきりとした強めの色を置いて、ポップな印象に仕上げようと思うのである。むしろ重たくシックな雰囲気にしたいという方であれば、この色トレスというのはあまり行わない方が良いであろう。仕上げのレイヤーを用意して、目のハイライトを書き込んでいこう。あとは必要なところに必要なちょっと加筆をしたい場所。例えば、頬のチークが欲しいので、定山レイヤーを用意してクリッピングして、で、この下塗りをしたレイヤーから
肌の色だけを選んでもらった状態にして、チークを追加しよう。不要なパレットを非表示にしたら完成である。こんな感じで工程をしっかりと意識して、どの手順でどういうことをするべきなのか、どういう色を置いたらどうなるのかという知識を何回か塗っているうちに自然と身につけることができるので、今回の魔王のこの教材を使ってぜひ難しいなと思っている GTC 塗りに挑戦してみてほしいであるし、GTC 塗りがうまくいかなかったというものもこの動画と教材を使って改めて GTC 塗りの修練をしてもらえると嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。良ければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。